こんにちは。インド一人旅中のミユです。これから今いるニューデリーを去ってデラドゥンっていう北にあるヒマラヤ山脈のふもとにある都市まで友達の結婚式に参加しに行ってきます。はい、デラドゥン駅に到着しました。ということで前回の動画では想像の100倍快適だったインドの電車を紹介しました。そしてこれからインドの結婚式に参加したり、この街ではなかなかに濃い体験をしていきます。で、これから結婚する友達がホテルを取ってくれてるので、そのホテルまで Uber で行こうと思います。ちょっと駅の前はめっちゃオートリキシャ乗るって声かけてきてる人がうざかったので、ちょっと歩いてます。ちょっと歩いて離れたところまで行って乗ろうかなって思ってます。Thank you. From here you can switch it on, Yes. and from these two buttons you can control the temperature. Okay. It is on heating mode right now. Please don't switch the please don't change the mode. Okay. Actually. はい、ということでやっとのことでホテルに着きました。実はオートリキシャの Uber を呼んでホテルまで向かうって言ってから、あれから実は2時間ちょっと経ってます。はい、ちょっといろいろあったんですよ。まずそのオートリキシャがやっぱりずっと捕まんなくって、駅の前はそもそも電波が通じてなくって、でその後ちょっと歩いて電波を入ったんですけど、なかなかドライバーが見つかんないってくる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 回ってて、でちょっと私の悪いところかもしれないんですけどちょっといつ来るか分かんないの待ってるの嫌だなと思っちゃって、で、ホテルまで20分歩いて20分だし、いいかなと思って歩き始めまして、道に迷ったわけではなくって、その道の途中にインドの通信会社のお店があったので、まだインドの SIM カードを使ってなくって、楽天の海外ローミングの2ギガで今のところやってってるので、ちょっと1週間ちょっとの今回の予定では2ギガは足りないかなと思ったんで、ちょっとフラッと入ってみたのが結局間違いだとは思わないんですけど、入ってよかったなとは思うんですけど、そこでもう全然手続きが進まなくて2時間くらいかかってやっと出てきて、でそこからまた10分このプー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 行ってる道のを歩いてやっとホテルに着いたっていう感じです。でこのインドの SIM カード2時間待ったけどよかったってどういうやつとか、2時間何してたのとか、あとはこれじゃない方法って他に何があるのっていう、インドでインターネット使う方法とか、あとは道こんな外を普通に歩いてて、結構私インドのイメージあれ思ったより大丈夫じゃんっていうのがすごいこの2日間外出てみてのイメージなんですけど、そう思えるようないろんな下調べとか、あとはいろんなことをポジティブに考えてるとか、そういうそういうインド旅行する前に知っておいた方がいいことっていうのをちょっと別の動画で語ろうと思うので、気になる方はそっちの動画を見てみてください。
で、結婚式に参加するために、インド、そしてこのデラドゥンにやってきたんですけど、インドの結婚式ってなんかちゃんとやると1週間くらいかかるらしくって、で、なんか最近だと結構省略してやってるみたいで、それでも、今回は2日間かけて3イベントをします。で、今日はその3つのイベントのうちの1つの、メヘンディっていうイベントがあるので、ちょっとここで休憩してからそのメヘンディに行ってきます。はい、休憩してイベント用に着替えてきましたで、今からホテルの下にタクシーで迎えに来てもらってイベント会場に行って、で、メヘンディっていうイベントに参加します。ということで行ってきます。はい、ということで昨日の夜1つ目のイベントに参加して、今次の日の朝です。で、ここのホテルに朝食がついてるので、これから朝食を食べに行ってきます。はい、朝食を食べてきました。なんかフルーツもあってちょっとフレッシュなものを食べれてよかったです。まあだいたいインドの食事だったんで、これなりあれなりって聞いてたり、あとはコーヒーがなんかコーヒーっていうタンクがなくって、どこにあるんだろうと思って聞いてたら、粉のコーヒーがあって、でもお湯がなくって、今度お湯どこって聞いたら、なんとインド人は結構ミルク、ホットミルクでコーヒーを溶かして飲むみたいです。なんかその他も一回聞いたら、もうなんか聞いてないものもいろいろ全部説明してくれて、いろいろ親切にしてもらいました。でちょっと後ろなんかすごいトラフィック、すごい交通量だと思うんですけど、昨日もこの前の道、昨日歩いてきた道ですね。なんか昨日タクシーとか乗ってても思ったんですけど、結構なんかこの街はずっとこのまんまの交通量なのかなって思いました。で、この道の真ん中に黒と白のこれでずっとブロックしてあるんですけど、これ結構長く続いてて、これがあることでこっから向こうに信号ないのに渡りたい時とかも一方向だけだったら見れるじゃないですか。で、一方向からこう真ん中まで進んでって、でまたちょっと途切れるの待って、また次のところに行けるんで、結構歩行者としてはいいなって思ってますまあということで、これから2つ目のイベントに行ってきます。で、2つ目のイベントに行く前に、そのイベントが結構汚れる感じのイベントみたいなんで、友達がその2つ目のイベント用にドレスをくれましたで、汚れるって何よって話だと思うんですけど、結構その結婚式の語りが長くなりそうなんで、結婚式についてどんな感じだったとかは別の動画にまとめようと思うので、気になる方はよかったらその動画で見てみてください。ということで行ってきます。はい、2つ目のイベントのハルディから帰ってきました。で、次3つ目のイベントが最後の結婚式で、それまで4時間くらい時間があるので、マジでめっちゃ疲れたんですけど、せっかくなんでここのデラドゥンの街をちょっと他のところも見てみたいなと思うので、これから山の方の洞窟の中にあるヒンドゥー教のお寺まで行ってみようと思います。ということで、ちょっとこの格好で行くわけにはいかないので、これから着替えてまたウーバーを呼んで山の方に行ってきます。
OTP 9125.はい、以上タプケシュワールマンディールっていうヒンドゥー教の寺院でした。オートリキシャ降りてから寺院に着くまでの道になんかヒンドゥー教でしか道が書いてなくってでなんか結構野良犬がたくさんいたり道に寝てる人が何人かいたりしてちょっと怖かったんですけど、なんか野良犬がちょっとついてきてたのを道にいた人がシシってやって助けてくれたりしたので若干怖かったけど大丈夫っぽいですでそしたらまたオートリキシャを使ってまた別の山奥にある洞窟、なんか自然が綺麗な川が流れてる洞窟の方に行きます。もう1スポット行こうともしたんですけどやっぱりそのウーバーがなかなか来なくって、ここはそんなになんかあんまり人もいないっていうかいい具合に人がいて、なんかそんなにずっとって待ってても怖い感じはしないんで待っててもいいかなって思うんですけど、あと日没まで1時間半くらいから待って、それから次のところまで行ってまた帰るってなると、多分次のところからホテルに帰るまでのタクシーっていうかウーバーを呼ぶのに暗くなってからなっちゃうと思うんですよね。でやっぱり暗くなってからだとさすがに怖いので、今回は諦めてホテルに戻って、休んでから、3つ目の最後のイベント、結婚式に参加することにします。
観光から帰ってきて着替えたり休憩したりしてました。で、これから結婚式に参加して、今回のデラルンの旅がこれで終わりっていう感じです。なんで今回の動画はこの辺で以上にしようと思います。デラルンって観光地ではなくって普通の都市なんで、いつもとちょっと違う様子の街を見せられたかなって思うんですけど、楽しんでいただけてたらとっても嬉しいです。またいいねやコメントでよかったら教えてください。明日は朝からデラルンを出て、飛行機でまずデリーに行って、それからデリーから電車に乗ってアーグラっていうタージマハルがある都市まで移動します。またそのアーグラの観光とか、あとその後はジャイプールっていうところにも行ったりするので、よかったらその辺の動画も見てみてください。じゃあ今日はこの辺でバイバイ。